おいで。はい、ババンババンバンバアリバビババババンババンバンバアリバノのババンババンバンバアリバビバビバババンババンアリバノのはい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。どうしたくか。この番組はお休み前の約1時間10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこに鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、食べた。猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャーを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今、画面に収まっておりますのが、白茶のゆりさん、グレーのぐーちゃん、チャトラのまさるくん、画面に収まっておりませんが、白黒のくーたくん、三毛猫のたまちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活って、どんな感じなのかなっていうのを、ちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。ねえ、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールをあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。たまちゃんはこたつの中から出てこないな。端っこに寝てた。足伸ばして大丈夫だな。はい。というわけで、1日1個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。では、いきますよ。せーの。ジャスティス。ぐーちゃん。お皿が邪魔かな。ジャスティス。今日は塩入りのお湯。今日もお湯が足りなかったので、さっきちょっと沸かしたので、まだ熱いお湯だよ。はい、それでもね、失礼いたしました。もうさ、昨日のごちそうはさ、もう朝な、これいくら工夫してもさ、ね、どうせ食べないなっていうことは分かってるんで、ね、これ以上またな、本当だったら食べれる食材を無駄にするのもなって思ったんで、もうしょうがないからさ、朝諦めてな。で、あれはね、捨てずにずっとね、夜ここに置いといたわけよね。まあ、ちょっとでも食べてくれればなっていう、思いで置いて寝たんだけど、朝、全く手つけられてなくて、もう、敗北。乾杯みたいな感じでね、もうどうしようと思ったけど、もうな、しょうがない。これどうしたって食べないもんなと思ったんで、朝な、もうほんとごめんねっていう感じで、捨てたよ。というわけでね、今日はいつも通りカリカリを揚げて
ただ昨日黒缶あげたから、今日は黒缶はあげず、ね、カリカリをあげて、やっぱりカリカリだったら食べるんだな。で、ちょこっとだけ残ってたんで、残ってたカリカリと、鰹節は昨日さ、散々、スペシャルランチ、スペシャルディナー、スペシャルディッシュにさ、使ったからな。だから鰹節もちょっと控えめであげたんで、あっという間になくなったな。カニタさん、ジャスティス、ピョンさん、ジアウスイ、ジウヤスティスコ。テータマさん、今夜もジャスティス。藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。テンタマさん、はい、僕、はい、完全な乾杯でございました。全くもってもう手つけてくんないんだもんなって感じな。もうこれだったらただ鰹節あげた方が、これだったらただささみあげた方のが、これだったら私がご飯食べた方のが全然良かったのにみたいなね、そんな感じでしたのでっていうね、状態でしたな。まあ卵だけはだいぶ舐めてくれて、まあ8割方舐めてくれて、ちょこっと残ってたけどな。平飼い卵な。一玉70円ぐらいするやつな。みたいな感じ。で、あとは何の話だ今日は金曜日がゴミの日でもなかったのか。なんか明日からまた天気悪くなっちゃうんだったっけ？だから晴れは今日までだったかなと思うんだけど、まあでもね、やることがまだなんか微妙に残ってるっていうかな、中途半端な感じがするので、ちょっとお出かけに出かける気はしなかったのでな、うちで作業してて、今日はなんか急に突然ショート動画をいっぱい作り始めて、ショート動画いっぱいあげたな、みたいなね、感じだったな。カニタンさん、卵やな、卵だろ、平飼いのな、ラディッシュ坊やで買ってるな。1パック10玉入ってるやつで、まあ、約700円ぐらいするやつな。消費税込みで700円ぐらいだったかなっていう感じだけど、あんまり値段見てないんでさ。わかんないんだけど、確かそんくらいの金額だった気がすると思ってな。なので、そう考えるとさ、ね、10で割ると1玉70円ってことだよなと思って、ただまあ他のタンパク質ね、取るよりも、それ取った方のが、まあコスパ的にはいいのかなと思って、で、思い直してね、卵を、食べるようにしたんだけどね。そんな卵が今、うちに昨日届いたんだったっけな。水曜日ね。水曜日にラディッシュボヤ届くんだよね、うちね。に届いたんで、それがあったんで、それをあげたわけ。まあ食べないよね。まあ食べないっていうか、卵は食べてくれるんだけどな。なぜか一口残しすんだよな。全部きれいに食べてくれりゃいいのにさ。何なの？どこで覚えたのって感じな。てんたまさん、うまい。まあね、うまいかどうか、味はちょっとね、違いはわかんないけど、味の違いはわかんないけど、まあ安全性とかいろいろ考えるとな、いいかなと思ってさ。カニタンさん、どうも。で、なんだっけ、金曜日でゴミ出しもせず、晴れてたから洗濯をとりあえずして、で、野菜、そうか、農協行ったのか、一応な。今日はまあ、人参も大根もあるからね。だから、まあ、いいんだけど、と思いつつ、まあね、また明日から雨みたいだからね、晴れてるうちになんかね、あったらと思って、一応農協に行って、で、今日はネギがあった、長ネギがあったんだね。で、なんかね、2種類、葉っぱがね、ニラみたいなネギっていうのかな。この白い部分は同じなんだよ。白い部分は同じなんだけど、葉っぱのところがね、なんかニラっぽいネギと、あとは普通のネギとあったけどね。どうしようかなと思ってさ。で、このニラみたいな葉っぱの方は、なんか葉っぱも食べれるのかね、どうなのかね、と思いながらさ。わかんないからさ、なんかわかんないものはめんどくさいから、まあいいやと思って。
普通のいつも通りのよく見るネギの方。で、どっちもね、同じぐらいの太さで、同じぐらいの、なんか結構短めのネギっていうのかな。なんかスーパーで売られてるのに比べると、やや細めで、ちょっと短めなネギが3本セットで100円だったんだよね。だから、と思って、なんかあんまりお得感は、まあ感じられないけれども、まあたまにはね、いっかと思って、今日はその長ネギをとりあえず買って帰ってきたんだよね。ただまあ、人参と大根があって、で、大根の漬物をね、昨日のライブ前もお腹空いたんでさ、食べちゃったんだけど、で、それの残りがね、あって、で、朝やっぱりお腹空いてるんで、それを、残りを食べちゃったんだよね。で、今日大根食べちゃったからなと思って、じゃあ人参をどうにかするかと思って。っていうか、その大根の漬け汁な、甘酢っていうのかな、ゆず大根にしたんだけど、甘酢につけてあるから、で、この甘酢がもったいないからなんか利用したいんだけど、どうしようかなと思って。で、とりあえず人参をちょっと下茹でしたけれども、この漬け汁もったいない、どうしようかな、甘酢にするかと思って。で、ね、そうだと思って、味噌あるからな。味噌入れて、甘酢味噌っていうのかな。で、人参ね、ちょっと煮てっていうのかな。やったら美味しいかなと思って、それをご飯のおかずにして今日はお昼ね、食べました。ピョンさん、藤子さんがどんだけ偉いんや、ハートで見えない。ハートで見えない。なんか下手かおった。変な顔があった。偉いんや、読めない。で、世の中分かってないわ。ねえ、ほんと世の中分かってないわよね。で、なんだっけ、農協行ってお昼ご飯の話までしたな。そんでどうしたんだったっけ。今日はね、クッキー作りと、あとね、お汁粉作りが始まって、気が狂ってたな。なんか知らんけど。バターが冷凍庫にあったわけよね。で、最近なんか冷凍庫のものをなんか使いたい病なんだよね。で、このずっと備蓄に取ってあったバターな。これもう使っちゃおうみたいな気になったんで、じゃあクッキー作ろうと思って、でね、はったい粉ね。はったい粉がなんかあんまり美味しくないなっていうのでさ。で、はったい粉のクッキーにすれば美味しかったよなと思って、だからはったい粉のクッキー作っちゃおうと思ってな、ほら、卵あるから、卵と砂糖を買ったわけよね。で、この前はイオンの、グリーンビーンズで米粉があったんで、米粉買ったんでさ。だから米粉とはったい粉と砂糖と卵とな、備蓄してあったバターでな、クッキー作って、で、クッキーを冷やしている間に、砂糖があるからと思ってな、これは小豆煮れぞと思ってさ、寒いからな、今日もな、もう寒いうちに小豆煮るかと思ってさ、今日はね、小豆を煮て、お汁粉にして一部食べまして、で、一部今冷蔵庫に寝かしてる感じでございます。ピヨンさん、和製キャベツが美味しくて丸ごとかじってます。あ、そっか、ピヨンさんは生でキャベツ食べれるんだもんな。ピヨンさん、違う、てんたまさん、ピヨンさん何もつけずに丸かじりですか？ピヨンさん、塩です、塩。まあな、キャベツうまいな。生で食べるとあんまり食べれないんで、だいたい煮ちゃって、バーガーみたいに食べる。でな。だから、あれだな、エンゲル係数が高いのかもしれないな。まあ、言うても、まあ、野菜だからと思ってさ、言うても野菜だからまあいいでしょっていう感じでね。
なんかバカみたいに食べるしみたいな感じなんだけど、そうすると量食べるから一体どうなんでしょうかっていうね、気はするよな。言っても野菜なんだから、もうご飯いくら食べてもいいでしょっていう感じでさ、全然もうね、食べまくり、ご飯食べまくりなんですよね、みたいな感じ。で、そう。で、そのお菓子と、なんだっけ、お汁粉で結局なんか満足してお腹いっぱいになったんでな。どうしようかなと思って、夕飯は別にいいかなっていうふうに思ったんだけど、昨日ね、炊いて半分残しといたご飯があるし、で、あと今日ネギ買ったからね、長ネギ買ったから、で、それを刻んでな、わかめとな、スープにして、それにご飯投入して、で、おじやにして、今日も夕飯を食べました。っていう感じでございます。ねえ、てんたまさん痩せそう。ぴょんさん、新玉ねぎも生でかじってます。すげえな。ぴょんさんは胃が強いんだな。そっか、お酒強い人って胃が強いのかね。あとはなんだっけ。今日はショート動画やったら作ってたな。で、今日はなんか珍しく歌が聴きたいっていうか、音楽が聴きたいっていうか、なんかそんな感じで、で、宇多田ヒカルが出てきて、でね、なんか改めて宇多田ヒカルなんて聞いてみて、まあすごいよなと思って、今聞いても完璧だもんなと思ってさ、まだ出始めの頃の曲っていうのを聞いててもさ、いや、なんかもう完璧だもんね。すごいなって。まあ、やったらひたすらなんだ、感激して、なんだ、感動して、見てましたよ。感心してっていうのか。今日はなんかね、そんな歌を聴いておりましたっていうね、感じですよ。で、そっか、今日の質問な。今日の質問、特に関係ないけど、何も思いつかなかったんだけど、思いつかないからさ、いつもさ、この下にさ、載せる、グッズをさ、何にしようかなと思って、とにかくいっぱいあるからさ、何にしようかなって、それをさ、考えるところから始まるんだけどさ、今日は珍しく眼帯猫さんにしたわけよね。眼帯猫さんを選んで、いや、そうだと思って。私、眼帯つけたことないなって思ってさ、ね、で、そうだ、質問それでいいや、みたいな感じで、今日は眼帯つけたことありますかっていう質問にしたら結構多いな。結構多いね。みんな割とつけてるんだね。びっくりする感じね。てんたまさん、ワイルドですね。ぴょんさん、ファーストラブギターコピーしたよ。私も、嫁に行ってた時さ、妹さんがピアノをやってたっていうか、あれか、音楽の音大出たのかななので、ピアノがあったのかななんかピアノがあって、で、ね、それを置いて、で、嫁に行ってしまったもんだから、ピアノだけあるみたいな家だったんだよね。で、暇だったというか、ね、やることないというか、やることはいっぱいあるんだけど、やることはいっぱいあるんだけど、まあ、せっかくピアノがあるのになんかなっていうふうに思って、で私は楽譜だけというかさ、まあ、コード譜っていうのは、持ってるんでね。で、そこにファーストラブがあったんだよね。なので、それを、練習してたかなっていう感じかな。はい。北海道さん、藤子さん、皆さん、ジャスティス、ありがとうございます。本日もしぶとくやっておりますよ。で、あとは、何の話があったっけな。そう。今日、何喋ってんのえーっと、キュンパスに行った時にさ、なんかイベントというか、なんか応募できるのがあったんだよね。
で、動画編集してる時に、そのポップに気づいたわけよ。で、なんだこれと思って見て、で、検索してみたわけよね。そしたらその駅弁買って、キュンパスのチケットと一緒に写真ね、駅弁の写真とキュンパスの写真を、X に載せると応募できるっていう、なんていうの、検証っていうのか、があったわけよね。で、一応写真撮ってある。ただみんなの写真見ると、駅弁とそのキュンパスのチケットを一緒に撮ってる写真ばっかりだったんだよね。で私一緒には撮らなかったわけよ。そのイベント知らなかったからさ。ただ別々には撮ってたわけよね。その駅弁の写真とキュンパスのね、チケットの写真と。だからそれを2つ載せて、これでいいのかな、ダメなのかななんて思いながらさ、一応まあできることは全部やっとけみたいな感じで応募したんだよね。で、しかもあれか、買った時のなんか、ナンバーかなんだかだったかな、何かを入力しなきゃいけなかったんだけど、それ分かんなかったんだよね。分かんなかったんだけど、その動画に映ってる、レシートの番号、そんなとこまで取ってっからな。だから買った時にさ、レシートがダーって出てくるじゃんか。で、こう、取るところまで取ってるからさ、その時に映ってた番号をとりあえず載せてみて、これ大丈夫なのかなこれダメかななんて思いながら、思って応募したやつが、なんかね、当選したらしくって、忘れてた、そういえばそうだな、あったね、みたいな感じでさ、応募したね、そういえばっていうのが、なんか当選したらしくって、なんかメッセージ来て。で、私が応募したのは、駅弁作りね、駅弁作り体験ができるってやつに応募して、で、そっちにね、当選したらしいのでね、やったーと思って。一個ネタができたと思ってさ、一個ネタできた。ただ、まあ、中だけは写真撮影が可能ですみたいなこと書かれてたから、あんまり取れ高的にどうなるかわかんないけど、まあ、ちょっと一個ネタできたと思ってさ、嬉しかったよみたいな出来事が今日はございましたよ。てったまさん、北海道さん、こんばんは。北海道さん、てんたまさん、こんばんはです。北海道さん、藤子さんに質問です。どどん。質問するときはスパチャを投げてください。冷凍庫には何が入ってますか？今、冷凍庫をね、だいぶ、まあ、整理したというか、入れ替えたというかね、前は、生卵がいっぱい入ってたんだよね。生卵いっぱい入ってたんだけど、それ全部食べたので、だいぶ空きが出たので、でね、まだ、しまってなかった固形燃料ね。固形燃料一部は冷凍庫にしまってあったんだけど、さらに買い足してね、買い足したやつは冷凍庫には入ってなかったんだけど、空きができたんで、買い足したやつも冷凍庫に入れて、で、味噌をね、備蓄で買ってあったんだけど、まあ、それも入りそうな感じになったので、味噌も入れてね。なので、今は、固形燃料と、あと、味噌と、あとは乾燥野菜ね、干し野菜をさ、やってたんだけど、一生懸命晴れてる時にね、干し野菜を、なんだっけ、真空パックできるっていうのを空気、シュポシュポして抜く袋に入れて、ぺったんこにしてね、ぺったんこにしたのを一応ね、腐らないようにと思って、冷凍庫で保存してんだよね。だから干し野菜がなんだろうな、大根、りんご、あとはごぼうとか人参とかと、あとは白菜、キャベツあたりが入ってるんじゃないかなと思うんだけども、それに加え、今日作ったね、はったい粉のクッキーの素っていうのが今冷凍庫にあって、で、そう、だからずっと冷凍バナナがあったんだけどね、
冷凍バナナも昨日だか、ね、一昨日だかに食べきったんでね、今、だいぶ中身が入れ替わって、そんな感じでございますね。北海道さん、駅弁自作の駅弁ですか？なんかそうみたい。なんかそうらしいので、なんか面白いかなと思って。もう一個は、なんか旅行だったか、まあなんかね、食べるとか、なんかレストランとか、なんかそういうものだったと思うんだよね。A 賞、B 賞みたいに分かれてて。で、まあほら、体験の方のがさ、あの、なんだ、ネタになるじゃんか。ネタになるので、だからそっちのがいいよなと思って、そっちを応募してみたらね、なんか当たったみたいです。ねえ、てんたまさん、駅弁作り面白そうね。面白そうだよね。だからよかったと思って。ピヨンさん、北海道さん、今夜はシラフですか？北海道さん、ピヨンさん、今夜も、酒ですよ。ピヨンさん、私ももちろん酔っ払ってます。北海道さん、冷凍バナナ、そう、冷凍バナナね、オーガニックのバナナがさ、時々売ってるんですよ。でね、それが時々30%引きになってるわけですよ。で、30%引きの時は買ったと思って買ってね。で、中身は冷凍しておいて。で、外身をさ、家庭菜園の液肥にしたいわけよね。それでバナナを買ってんだけど、ただほら、バナナがさ、農薬漬けのやつだとさ、結局意味ないじゃんと思って手作りしてさ、無農薬でやろうとしてるのにさ、ね、その元々のバナナがね、農薬漬けだったら意味ないんで、で、オーガニックのバナナを見っけちゃね、買ってきて、液肥を作って、あげてるんだよねっていう感じで、今は寒いのでね、なかなか冷凍バナナがどん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 積み上がって消費されることなく冷凍庫に入っていたんだけども、それもね、お腹が空いたな、どうしよう、バナナならあるなっていう感じで、時々寒い思いしながら消費してたんでね、いよいよなくなりましたっていう感じ。てんたまさん、お疲れ生です。あったな、お疲れ生って。なんか懐かしいな。今でも使う言葉なのかな。飲まないからあんまりその言葉使うことないんです、私さ。大工さん、藤子さん、皆様、こんばんは。今日も花粉症です。ご苦労様でございます。北海道さん、天玉さん、生なんです。天玉さん、大工さん、こんばんは。北海道さん、北海道さんは、4月から無職になります。天玉さん、冷凍オーガニックバナナって聞いただけで美味しそう。確かに。確かにそうだな。美味しそうだな。北海道さん、大工さん、毎度です。天玉さん、北海道さん、ついに、な、4月から物価が大幅値上げなのにな、無職になるっていうね、無謀な、チャレンジをね、あの、何挑戦する男だぜ。酔っ払ってなきゃやってらんねえぜっていうね、感じかな。じゃあ、タロットカードタイムいくか。はい。本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚、1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。北海道さん。冷凍フルーツ。歯が欠けそう。そうそうそう。私、そう。だから冷凍フルーツでさ、歯が欠けちゃったわけ。歯が欠けちゃったんだよね。だから、ダメだと思って、これ、丸かじりもうね、しちゃいけない、年齢なんだなと思ってね。もう今後は、冷凍フルーツは丸かじりしないで、刻んで食べようと思います。ヨッシーさん、遅れました。ジャスティース。北海道さん、
ご退職おめでとうございます。おめでとうございます。北海道さん、ブトスね、騙されたよ、一瞬。止めてしまったじゃないか。ピヨンさん、ニャイスパ、ありがとうございます。春野菜うまいよな。まあね、春じゃなくてもうまいけど、春野菜はうまいよな。タヌコさん、こんばんは、ボンソワ。本日もしぶとくやっておりますよ。てんたまさん、ぴょんさん、ニャイスパ。カニタンさん、ニャイスパ。北海道さん、ヨッシーさん、サンキュー。てんたまさん、たぬこさん、こんばんは、ヨッシーさん、ニャイスパ。たぬこさん、ナイスパ。北海道さん、いず面白いよな。で、あと、なんだっけ、そうね。だから、みんなね、北海道さんのご退職を祝ってね、ぜひ私にスパチャをたくさん投げてください。ありがとうございます。たぬこさん、てんたまさん、こんばんは。大輝さん、はい、LINE でリアストップ、ありがとうございます。ってなわけで、大輝さんから LINE でリアストップいただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。助けてもらえないカードだ。今の日本人みたいなことだな。そういうことか。今の日本人これだぞっていうメッセージなのかもしれないな。政府は国民を助けてはくれないっていうカードが出ましたね。ジンタマさん、にゃ椅子という椅子に座ってみたいね。にゃ椅子っていう椅子ではないけどさ、ジブリ美術館にさ、猫バスがあって、今もあるのかどうなのかわかんないんだけどさ、なんか確かそれに座れた気がすんだよね。なので、それにとりあえず座ってみた気がするけど、なんか臭かった気がすんだ。なんか知らんけどめっちゃ癖みたいなね、感じだった。だからまあ子供がいっぱい乗るから臭いのか、それともなんか使ってるね、素材が臭いのか、よくわかんないけど、臭かった気がするっていうね、思い出。ね、これなんだ、テンタクルの5かな、テンタクル5、あ、そうみたいだな、合ってるっぽいな。ね、北海道さん、椅子が臭いの？椅子っていうか、そのさ、空間、猫バスの、まあ、部屋的な感じっていうのかな、入れるようになってる。猫バスに乗れるみたいな感じになってるんだけど、その中がね、中がなんか知らんけど、臭いな。まあ、なんだ、なんとかアルデヒドだっけ、なんか、なんとかアルデヒドが、なんだ、アレルギーっていうのかな、なんか敏感なんだよね。だから、カーペットとかさ、売ってるカーテンとか、そういう、インテリアというか、ファーブリックっていうんだっけ、そういうの。そういうのが、売られてる売り場を通り過ぎるだけで具合が悪くなるんだよ。具合が悪くなるんで、だからね、デパートっていうのにね、行くの子供の時はね、ちょっとね、それがね、辛いので嫌だったんだよね。ねてんたまさん、にゃいす、いいっすね。北海道さん、椅子が臭いの？北海道さん、北海道さんもカレー臭やばいぞ。やばそうだな。北海道さん、臭いの？ぴょんさん、子供の頃、センスで臭い
って思った。匂いがついてるんだっけ？白檀かなんかの匂いついてたよな。確か昔ってね。そういえばそうだね。なんか大人が持ってるセンスは苦手だったな。てんたまさん、猫バスの中なんか想像できそう。なんかわかるだろう。なんか癖みたいな感じだったんで。よしさん。北海道さん、加齢臭は耳の裏をきれいにすると匂わないそうです。そうなんだ。じゃあ私は耳の後ろが汚ねってことだな。はい。ペンタクル5の絵柄の意味。傷を負った男性と年老いた人が、教会の前を足早に急いでます。その姿は我先にと食事の配給を受けに行くかのようです。そうなのか。裸足で雪の上を歩いていく良さをさみな。彼らが、争いで家を失い、貧しく生活もままならないことを物語っています。聖地だな、今日な。聖地、貧困、とても厳しい現実。ペンタクル5のカードは、貧しく貧困にあえでいる庶民を描いたカード。彼らは教会の入り口へと助けを求めて向かっているのでしょう。そのため、聖地では貧困や厳しい現実を意味し、逆位置では争いなどで混乱している状況と解釈できます。聖地の意味。キーワード。貧困、厳しい現実、生活難、仕事を失う、怪我。ペンタクル5は貧困のカードと呼ばれており、貧困や生活難など厳しい現実を意味するカード。このカードは生活に困窮しており、助けが必要な状態だという意味があり、未来を表す位置で開かれたなら、そうなる可能性を示唆しています。ただ、必ずしも金銭的な問題だけだとは限らず、精神的な意味での困窮、困窮や、厳しい、貧しさなども表しますから、その点を注意して解釈しましょう。例えば、心が安心できる居場所がないなど、実際に家があっても、その場所が厳しい環境なのかもしれません。また、怪我や病気などで仕事ができなくなるなど、そんな厳しい現実を体験する可能性もあるでしょう。はい。逆位置、仕事、恋愛、まとめ。ペンタクル5は、貧乏のカードというのにふさわしく、強い不足感を感じて混乱するという意味を持っています。心に感じる貧しさが原因で、不安に駆られ、助けを求めて行動する様子を描いています。そのため、聖地では、貧しい気持ちに直面するような厳しい現実が起こる可能性があることを示唆しており、恋愛でも孤独な思いを味わいやすくなるでしょう。このカードは正位置と逆位置のどちらで開いてもネガティブな意味が強いので、注意して解釈してください。ということで、本日のタロットカードの意味調べるの会は、貧困のカードな、もう今の日本のこと言ってるようなっていう感じだよな。はい。楽しんで、参考になりましたら幸いでございます。例えばこれ、今日ライブやる前にショート動画見てたら時間を忘れて見ちゃってて、やべえと思ってね。遅刻しそうというか遅刻したかな、いつも通りな。そんな感じでした。臭いの。センス臭かったな。猫バスなんか想像できる。耳の裏な。耳の裏がじゃあ私は汚いということだ。北海道さん、センスの匂いわかります。お香的な匂いね。おばちゃんたちのセンスの匂いが昔は苦手だったな。北海道さん、よしーさん。北海道さんは全部臭いかも。
なるほどな。北海道さん、今夜は猫が寄ってこないですね。ああ、ぐーちゃんがヒーターの前に張り付いて、で、ゆりちゃんがうろうろしておりますな。こたつの中に入って、まちゃとたまちゃんがね。で、くーたは多分あっちにいるんじゃないかなと思うんだけどな。と、たぬこさん、海外だと自分の匂いと香水をブレンドしてオリジナルの良い香りを作るみたいですね。フェロモン、あ、そうなのね。うまい具合に自分の匂いと合わせるんだ。ね、ピョンさん、匂いなんてまだいいですよ。サンドウィッチマンのコントで出てきた川柳、苦しいな、寝ているだけなのに、が今の私の、現実です。五十肩で横になると、肩から首が痛みます。てったまさん、オリジナル駅弁、製造体験ツアーって、6組しか当選者いないではないですか。マジか。そうなんだ。すげえな。すごいな、すごいな。ね、内銀だから、私あんまり自覚ないんだけど、どうもそういう苦渋はまあまあそこそこあるっぽいっていうかさ、ほら、井の頭公園のさ、苔玉作り、あれもすごい倍率だったらしいからな。すんげえ倍率だったらしいからな。それ、ね、ひょろっと当選してな。じゃあ、まあ行くか、みたいな感じで行ったらさ、そんなん言われて、あ、そうだったんだと思ってな。じゃあ参加してよかったよって感じだったもんな。北海道さん、タヌコさん、フェロモンですか？藤子さん、アウター着てますが、暑くないのですが、寒いんですよ。今ね、今ヒーターついてるからさ、ね、で LED に当たってるしさ、で、一人で喋ってるんでね、まあ今は寒くはないけど、今日さ、普通に寒くって、で、朝はそんな感じしなかったんだよね。で、朝方はね、ヒーターをさ、つけて部屋が寒くないように。ただ、予報では今日さ、寒い予報だったんで、一応朝ね、つくように設定して、で、寝たんだったかな。でも朝起きた時は、なんかそんなには寒くないかなって感じだったので、まあ、にゃんこがひた張り付いてんでね、申し訳ないなっていう気持ちで、なんかいつもよりもちょっとね、30分ぐらい早めに、さすがにいらなくねっていう感じで、ヒーター切らせてもらったけれども、こんな感じでさ、なんか意外と今日寒くねとは寒くなくねって思ったんだけど、今日ね、洗濯して、洗濯がね、洗濯機がベランダにあるんでさ、外出なきゃならないんだけど、その時にさ、いや、普通に寒いな。なんだ今日普通に寒いぞと思ってさ。だから農協行く時もさ、コートを着ないで大丈夫かなと思ったけど、いや、今日なんか普通に寒いなと思って、コート着てね、で、農協行ってちょうどいいぐらいだったよって感じで、なんかね、寒かったんだよね。で、ほら、朝の感じで寒くない感じがしてたからさ、この上のをさ、着てなかったんだけど、なんか体冷え切っちゃって、寒くないはずなのにおかしいな、寒いなと思って。いや、もうこれはダメだと思って結局着てな。普通に今日は寒いじゃないかと思って、で、天気予報見たらさ、明日さらに寒いんだわ。なんで今日普通に寒いのに明日もっと寒いのかって言おうと思ってさ。で、今ほら、エアコンつかないから、うちさ。ねだからもう、作業な、新しくフニーターね、リクエスト来てるから、作る作業もしなきゃいけないんだけど、寒くてとてもじゃないけど、全然やる気がしなくて。もう無理してやるほどのことではないからさ、と思ってな、後回しにしておりますよって感じよ。ゆりたん、今日はまださ、おねしょシーツをね、用意してないので、しないでもらえますか。
はい、中入るかな。はい、すっきりしたね、ゆりたんね。すっきりしたら中入んだよね。すっきりしてないときは中入んないんだけど、入ったよかった。でも入ってもすぐ出てきたりするんだよ、すっきりしてないときはな。騙されて入るんだけど、すぐ出てきちゃったりとかするんだよな。暑くないのですか？寒いのです。てんたまさん、東京駅社員しか入れない東京駅社員食堂で、製造体験って、動画にできればかなり伸びると思うんですが多分ね、動画は無理だと思うんで、中だけ写真撮影かって書いてあったんだよね。だからまあおそらく動画はダメでしょうね、みたいなね、感じでございますよ。北海道さん、北海道さんは指が、かじかんでタイピングに時間がかかります。そんな寒いのか。ね、寒いよね、今日ね。たぬこさん、北海道さん、フェロモン、ムンムン。それを良い香りだと思う人とは相性がいいんだそうでございますよ。そうだね、匂いだね。匂いをいい匂いだって思わないと、ね、苦痛で一緒には入れないもんな。北海道さん、待ってました、農協。カニタンさん、パートナー探しは匂いがすごく影響するそうですね。だから父親の匂いを臭いって思うようになってるのは、同じ遺伝子ね、同じような遺伝子を選ばないようになってるってことなんだよね。だから父親の匂いが、臭く思えるようにできてるそうですよ。今日はあっちの部屋に行っちゃって、クータとマチャがね、帰ってこなかったからさ、ドア開いてんだけどさ、今、ゆりたあっちの部屋行っちゃったな。戻ってきたよ。目の届かないところに行かないでほしいんだよなっていうね、感じなんで、ゆりたんはな。待ってましたの、今日。ピヨンさん、体温によって変わります。まあ、確かにそうかもしれん。ね、夏場だったらね、もうガンガンに、匂ってそうだけど。冬場はまあそうでもないみたいなな。北海道さん、ピヨンさん、マツケンサンバかな。カニタンさん、その研究した人と何回かお会いしました。なるほどな。匂いのスペシャリストと味のスペシャリストっていう感じか。北海道さん、人間は動物だもんね。まあ、動くものだよね。北海道さん、足が臭いのは無理。足強烈だよな。足は強烈だよね。あれは、なんだろうね。体臭なのかな。それとも、やっぱりね、足の周りの環境で変えられるものなのかね。田中さん、相性いいとお花の香りに感じる、みたいかな。なるほどね。じゃあ、足の臭いのも相性のいい人だと、それは、まあ、いい匂いまではいかなくても、そこまで気にならないみたいな感じになるのかもしれないな。ね、足は強烈だよね。だからなんかちょっと嫌だなっていう感じの人が、足まで臭かったりすると、まあ、きついよな。はい。ね、そうだからな、まあ、加齢臭というかさ、ね、私の長年使ってた、枕な、なんか全然気にしてなかったんだけれども、もしかして加齢臭とかしたりすると思って、嗅いでみたら、まあ、臭いの。もう自分で愕然としたよな。くせーと思って。ダメだこりゃと思ったよね。もう生きてる価値ないわと思ってね、ちょっ
愕然としましたよ。えーっお花の匂いね、お花の香りにでも感じてくれる人がこの世の中にはきっとどこかにいるんだろうけどな。まあ、その人に出会えるかどうかはさておきな。北海道さん、たぬこさん、わかるかも。お花の香りなんだな。北海道さん、枕。もう長年使ってた枕さ、ずっと気にしてなかったんだけど、あれもしかしてと思って嗅いでみたらね、まあ臭かったんでちょっとびっくりしたよね。ちょっとびっくりしたよね。カニタさん、足は最近だから自分の匂いじゃないので、じゃああれか、靴を変えるなり、もうちょっと頻繁にね、足洗ったりとか、靴下を洗濯するなり、新調するなりすれば防げるのかな。まあ防げるんだったらいいよね。防げないでさ、あの匂いだとちょっと辛い。それで生きていくのはちょっと辛いもんな。まあ努力すればなんとかなりそうなら、それならよかったよな。大衆だとね、どうにもならないもんね。天玉さん生きてるかじゃない。そうそうそう。だってもうさ、もうすでに一人者なのにさ、それに加えて匂いまで臭えのかと思ってさ、もう生きてる感じないじゃん、みたいなね。そんな感じになったよな、気持ち的にな。あとなんだっけ。あと何の話すればいいんだ。あと今日なんかあったっけ。今日見た動画なんかあったっけな。なんかあったっけな。なんか宇多田ヒカル見たなっていうのだけは覚えてんだけどな。さっきなんか見てたはずだけど、何見てたか覚えてないな。じゃあ、北海道さん、地震の話は、そういえば今日は地震あったのかな。なんかあんまりわかんないんだよね。時々、一瞬、あれ揺れたかみたいな感じとかがあったりとか、あとはなんだ、風が強いかなんかなのかわかんないけどさ、ほら、ドアとか、そういう、ガタガタいうもの、ガタガタいうものがさ、なんかガタガタって言うから、地震かななんて風に思ったら、それっきり、みたいな感じでね、なんだ、気のせいか、みたいなことが、まあよくあるんですさ。だから、地震があったのかどうなのかわかんないんだよね。あとは自分がね、勝手に一人で揺れてる時があって、自分でね、一人で揺れてる時があって、で、そういう時って、なんだっつってたかな、なんか聞いたことあるんだよね。次元が、違っちゃってる。次元違うところに行っちゃってる時みたいなこと聞いたことある気がするんだけど、ね、で、あんまりいないみたいなんだよね。一人で揺れてる感じがする人って。私しょっちゅうあるんだけど、みたいな感じね。だから、あれ、地震かなと思ってさ、ほら、本当の地震だとさ、こういう揺れるもの、見ると揺れてるから、地震だなっていうふうにわかるんだけど、一人だけで、地震かなと思って、で、周りのそういう揺れそうなものを確認するんで、そうするとさ、揺れてないわけ。あれとか思って、地震じゃないのか、私一人で揺れてたのかっていうことがね、まああるんだけど、だからあんまりそういう人いないっぽくてさ、で、その動画発信してる人、昔、だいぶ前ね、何年か前ね、そうなのかと思って、そうなのかと思って、一人自身ね、あるよねってコメントを書いたら、なんかあんまりそういう人いないみたいで、あるのかっていうね、返信が来たんだよね。なんで、なんであんまりいねえのかよと思って、その時にね、ちょっと、なんだと思ってね、あんまり一人だけ地震ってね、思う人いないんだな、と思ってな。やっぱり変わってるなと、自分で、思って我ながらな。はい。北海道さん、一人で自動的に揺れる。ただまあ自分で思ってるのは、座り方かなと思って。なんか変な座り方してる時に、ほら、
心臓でじゃなくて、血管が、ほら、波打ってるわけじゃん。ドクドクとさ。で、それの揺れだと自分では思ってたんで。だからまあ、多分変な座り方してたから、地震かなって思ったのかなって思ってたんだけど、なんかね、次元が違うとこに行っちゃってるらしいかな。てんたまさ、年に1回ぐらいそんな感覚に襲われますね。あるよな。みんなあるのかなと思ってたらさ、なんか次元違うとこ行っちゃってるっていうから、そうなんだ、みたいなね。次元違うとこ行ってるって言ってたから、何だったか忘れちゃったけど、なんかそんな感じだった気がする。北海道さ、脈、そうそう。だから脈打ってるから、で、変な座り方してた時に、その脈でね、自分が揺れてんのかなって思ったんだけど、なんかね、違うみたい。ピョンさん、貧血だわ。そうなんだね。私は血の気が多い女だよ。というわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間お時はお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿がまっちゃうね。絶対エンディングで出てくるよな。スクールメイツ。かわいいな。というわけで、本日もお付き合いありがとうございました。たまちゃん最後に。だからどこで泣いてんの？真後ろで泣かないでくれるかな。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。どうした？アップしたのか。はい。ではでは。いい夢見てね。バイならー。